アットウィズイッシュ一緒にいてくれよ考えることもなし本当にそうなのです。ゆうきです。りのです。なんかだいたい1ヶ月ごとぐらいに収録してる。あ、そうかも。そうだね。ね、なんかいっぱいあった気がする。確かに1ヶ月間ね。いっぱいフェスに出演させてもらってライブいっぱいして、毎週末なんかねみんなにいっぱい会えてよね。嬉しいですわ。ね、最近発見したこと、見つけたことは本当にさっき見つけたこと。さっき発覚したんですけど、大盛り上がりしたのがある。なんかこうイベントの練習してて、なんかこうちょっと煽る言葉を考えてた時に、なんかこうちょっとなんか目玉の親父みたいな、なんかちょっと変な声だったんですね。それで私がなんかこう目玉の親父みたいみたいなことを2回言った後に、なんかナノちゃんが、しかもさっきからそのリノが言ってる目玉の親父って目玉の親父じゃなくて目玉親父ねって言われて、でも私はデフォで目玉の親父だと思ってたんですね。そしたらナノちゃんとゆうきちゃんは目玉親父っていう認識だったらしくて、でも他のスタッフさんは目玉の親父っていう認識だったんですよ。皆さんどうですか？私は目玉の親父派だったんです。で調べたら、正式名称は目玉親父、だけど妖怪たちが目玉親父を呼ぶときに目玉の親父って呼んでるらしいので、まあ言ってしまえばナノちゃんとゆうきちゃんは視聴者側で、私は妖怪側の妖怪視点。それでええかっていう感じなんですけど、そこで、ね、いいらしいです彼女は。それでいいんですけど、でもめっちゃおもろくて。めっちゃおもろい。やばくない？いやもう目玉の親父は新鮮すぎた。嘘？だからでもなんかいつ突っ込もうかなってずっと様子を伺ってて、でもずっと目玉の親父って言うからちょっと突っ込まざるを得なくて突っ込んだんだけど、そしたらなんかみたいな。でもその場にスタッフさん、私たち含めてスタッフさんも含めて6人いたんですよ、でも2対4だから、私と結城だけが目玉親父で、他の4人は全員目玉の親父だったんですよ、少数派やと思って焦ったよね。焦った。でも私たちが合ってた。こちらが人間で、そう残り4人は妖怪だから妖怪側からすればこっちが正解なのよ。そうか視点の違いで正解がね分かれ、確かに。じゃあどっちも正解だ。どっちも正解ですね。妖怪側も人間側も正解ということで、こんな発見がさっき一緒の現場で起こりました。ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。あとなんだろう、1ヶ月前から成長したと思えること。最近あんま勉強できてないんですよね、漢字。あれそうじゃん。前回漢字結構熱高かったよね。そう、あれそうじゃん。すごい熱高かった。1ヶ月前は毎日言ってたんですけど、なんか最近あんましてなくて、でも書ける漢字増えたんですよ。でもこれみんなでこの間やった魚辺に喜ぶでキスだ。キスね。これは最近分かったですね。確かにキスはむずいよ。キスむずいね。魚とかそういうの難しいよね。魚よくの難問クイズとかやってるよね。やってるね。いつか出てほしいわ、それに。うわ出たい。勉強頑張ります。頑張りますと。じゃあ皆さんなんか最近勉強してることとかあります？最近勉強してることなんか学んだことみたいなのある？でも私も1ヶ月前ぐらいまでは、英語の勉強をね、参考書まで買ってすごいじゃん。買ってよーしやるぞって思ってたんだけど、今なんかどっか行きました。埃かぶってるかも。同じだね多分ね。私も結構熱して、だんだん結構冷めていくタイプなんですけど、オラオラオラって言ってすっごい勢いはいいんだけど、めっちゃわかります。一緒？私も一緒です。そうですよね、皆さん。なんだっけ、編み物してるんじゃなかったっけ？そう編み物できた作品。編み物もだから最初だけ。今は最近じゃない？結構最近始めて1週間前ぐらい。そう1週間1週間っていうか何日かやって、毛糸買って可愛いってなって、で韓国でもダイソー行って毛糸買ったの。毛糸買おうかなって思ったんですよ。韓国でも毛糸買ってたんや。そうで買おうかなって思ったんだけど、なんかちょっとなんかいいかなと思って、その時なんか全然編んでなくて、で帰って毛糸はあるんですけど、ノータッチみたいな。
同じだね。ルイ友だね、うちだって。そうで一緒に私もその英語の参考書とかも全然買ってて、前にね、でなんかこう SNS とか調べて、なんかこれがいいみたいな、これこんな分厚めの参考書があって、よし今日やっぱなんかこう1日5分とかでもやろうと思って、偉い。でそういうのをやろうと思って参考書届きました、よーしやるぞっつって今やってる2ページやばい、2ページやばい。いやマジで想像以上だった。私多分1ページもやったかな。もう本当にパーッと見てスーッと閉じた。ルイ友すぎる本当に。いや前回さなんか勉強すべきかみたいなディベートしたよね。したあんなに大口出したくせにさもう全くやってません。そんなもんです。意気込みはねめっちゃあるんだよね。そうなんかやろうみたいな、形から入る系とか物揃えたりとかさめっちゃするんだけど、いざ揃ってじゃあやるかってなったらちょっと難しいよね。今じゃないかな。まあ夜やろうみたいな。で夜になって寝ちゃって、朝やろうって思ってて、もうなんか行かなきゃいけない時間になっちゃって、今必要かなみたいな。やばい、こんな感じです私たちは。はい、ルイ友ということで、学ぶ姿勢はあるんでね。そう学ぶ姿勢はするんだけど、それが大事。それが大事だから、まず学びたいって思うことが大事です。気持ちが大事だから。そういうことみんな大丈夫だよ。じゃあコーナー行きますか。行っちゃいますか。では行きます。教えてイッシュ。シャープ2でもやったコーナーですが、リボンの皆さんから質問が来ているので、どんどん答えていきましょう。では@KNN6206 さんから、映画見るときにあらすじとか調べますか？ノー情報で見ますか？私は見ますね。あらすじか。あらすじ見ますね。私もあらすじ見る。予告もあらすじに入る？でもなんかあらすじ予告見ないとなんか湧かなくない？興味なんかもう映画のポスター見てこれやってね、そうポスターだけで今日はこれみたいな才能だよ。逆にそれも才能だと思うけど。じゃああれかな、そのネットでなんとか映画あらすじとかわざわざ調べていくかっていう。そういうことそういうこと。そこまではしないけど、まあ予告とかさ、なんか SNS で結構流れてきたりとかするじゃん。そういうの見てうわ見たいってなっていく感じかも私は。私は調べる派ですね。ちゃんと調べるってこと？なんか一応なんか結構何もわかんない、なんだろう、予告編でしっかり描いてくれる系の予告だったらいいんだけど、なんかちょっとミステリーとかであえてなんかもうシンプルなシーンしかなんかやらない予告とかあるじゃん。ボンボンボン、そういうことね。何月何日どこどこでみたいな、そういうのとかは気になったり、あとなんだっけ、今年見た映画でなんか選挙の映画、教皇選挙だ、なんかローマ教皇を選ぶ選挙にまつわる映画なんだけど、なんかそういうのとか歴史とかさ、ルールが分かんないとさ言っても全く理解できないってなるから、そういうのだけ調べました。すげえ面白かった。すごい難しいの見るんだね。いや全然なんかなんだっけ、賞を取った有名だっていうのを聞いて、賞を取ったならじゃあ面白いだろうと思って見に行ったんですけど、普段は全然難しい映画見れないんですけれども。普段は何を見るの？普段はでもゆるい映画、でもそのイメージめっちゃある。ゆるい映画ってなんだ？なんかかもめ食堂とか。だってあれ好きなんだよね。なんだっけ、ご飯食べるやつ。孤独のグルメ。そう、孤独のグルメ。はい、大好きです。孤独のグルメ好きだったらめっちゃ。孤独のグルメって映画なの？映画もあるよね。そうなんだ。でも私は今年のお正月に出た孤独のグルメはまだ見れてないんですよ。そうなの？そう、映画版があったんですけど、劇場版ぜひ皆さん見てください。私は見てません。宣伝してる、気づいたら宣伝して宣伝大使。私も見てみよう。みんなはどんなのが好きなの？確かに私はもうもっぱらアクションですね。アクションと、アクションは絶対に映画館で見たいのと、確かに、あと恋愛系とアニメかな。私はなんか高校生の時とか結構恋愛系のアワライドとか、なんかアワライドね、アワライドとかなんかいろいろあったじゃん。あったね。結構友達と見に行ってたけど、最近はもう本当あんまり映画館に行くことなくて、ただ、アニメのやつは絶対に映画館で見てますね。それこそ最近チェンソーマンを一人で
朝一のやつで見に行きました入る頭入るもうやっぱ朝方なんで朝の方が入る。逆にねすごいなな、すっきりした状態で。すごい確かに人もいなさそうだしね。そうだね。いいな。でもいっぱいいたの、それが怖いことに。怖怖いこといに。だから私も人があんまりいないだろうなって思って行ったんだけど、多分人気すぎて朝なのにめっちゃ小さい子もいたし、いろんな人がいっぱいいたの。公開日近かったとか。でも近かったもん。3日4日だったの。まあ確かに見たすぎてすぐ行った。確かにね。迫力違うアニメやっぱ全然違うよね。音が違うそう、音が違うし、臨場感も違うし、主題歌の体に染み込んでくるのがね、もうなんかすごい映画館の、わかるボーンってくるんだ。そう、うわめっちゃいい曲みたいな。わかる、めっちゃ好きになるよね。めっちゃ好きになる。でそれ聴きながら帰るの。チェンソーマンの主題歌を完璧。2曲あるんだけど、オープニングとエンディング、もうそれを永遠リピートでこうやって書いた。めっちゃ気になるんだけどさ、映画館例えばさ行くじゃん、映画見に行ってさ、まあ一人で見に行ってもいいし、まあその友達とかと見に行ってもいいんだけど、その後にめっちゃその見た映画についてめっちゃ語りたいタイプ、それとももう心の中にもうその時もう見終わりました、じゃあ次じゃあご飯食べに行こっかとか帰ろうって思うタイプ。語りたいよね。だよね。私めっちゃ語りたい。友達とってことか。友達とか普通に誰かとか、見に行った人とか、絶対語りたい。逆に語らない人っているの？いるんだよ。いるの？でも私も人によるかも。なんかでも語らない場合はさ、映画見終わって面白かったねって言ってカフェ行くみたいな。そうでカフェでは映画の話はしないの？ちょっとだけするんだけど、なんか別にもう他の話題みたいな。本当に？そうだけどリノもめっちゃ語りたいタイプなの。あそこのさ話に。そうめっちゃ爆語りした。映画中喋れないからこそ。そう終わった後あそこのシーンやばくなかったみたいな。あそこマジやばかったねみたいな話したいんだけど、なんか友達が全然そういうことしないタイプの子で。そう。不思議だね。スンって終わっちゃって。でもだからといって別にリノもそんななんかスンの子にさ、そうだよね。僕ないっておかしいやん。爪よりはしないよね。確かに。そうだからなんかそういうタイプもいるんだって思ったんだけど、私は爆語りタイプ。どっちもタイプか。どっちもタイプ。合わせられるタイプか。人に合わせるタイプか。そうだね。でも面白かったらめっちゃうちもってなるけど、ちょっとお互い微妙だったなみたいな時あるじゃん。その時はなんか確かにおしゃれな映画だったね。超おしゃれな映画だったね。そういうのを見た経験があって、見ました。雰囲気系の映画。便利だね、おしゃれ。ちょっとストーリーよく分かんなかったなって時に、そんな映画あるんだ。なんかエモかったねみたいな。おしまい。でもなんでもそういうの見たことないからかな。毎回絶対に面白いみたいなのしか見ないの。確かに確かに。いいな。どうなんだろうみたいなの見ないからかもしれないけど。確かに。なるほどね。はい。確かにみんな気になるね。じゃあ次の質問いこうか。いきますか。あられ PQI さん。はい。食べ物とかコスメとかで流行り物をどんどんチャレンジしていくタイプか、お気に入りのものだけを使ったり頼んだりするタイプなのか知りたいです。どっち？私は食べ物で言いますと、もう気に入ったものがあったら一生それを食べ続けるタイプ。わかるな。でも食べ物は私もそうかも。食べ物はそう。みんなそうか。コスメか。コスメはでもでもうわむずいな。私は、コスメも割とお気に入りのものが多いけど、自分に合ってる流行りものだったら使うけど、何でも流行ってたら使うっていうわけではないけど、まあ誰でもそっか、合いそうだなって思ったら確かにって感じ。でも私それで言ったらやっぱチャレンジしてるタイプなのかな。なんか SNS でめっちゃこれがいいとか、これがなんちゃらみたいなのを見かけたら買いに行こうって思って結構買いに行っちゃうかも。最先端です。最先端女だ。でそこまで知ってるわけでもないけど、意外と試してる方ではあるかもしれない。それで言ったらわかるかも。リナも試してしコスメとかは試すかも。ね。でもなんか食べ物とかは例えばずっと行ってるカフェとかも、なんか新作のフレーバーとか、なんか出たとしてもめっちゃ美味しそうって思うけど、なんかこれもし美味しくなかった時になんかちょっとこの量飲むの嫌だなって思っていつもの定番のやつにしたりとかしちゃう。なるほどね。だから例えば友達と一緒に行った時に、友達がその味頼んでて自分がいつも頼んでて一口もらって美味しかったら次から頼もうかなみたいな、なんかきっかけがあれば頼むけど、なんか自分でちょっとこうやるのあれかな。本当？それで言ったら私新作飲んじゃうかも。新作をバンバン飲むタイプ。
で失敗して後悔する時もある。でもそれがねいい経験ですからね。そうそうそう、うん、その気持ちもわかる。そう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 、うん、逆にこれだけは絶対変えれないみたいなのある。なんかファンでは絶対これとか。ああ、これだけは変えれないって難しいの。スキンケアとかそんなことない。朝ヨーグルト食べることとか習慣ね。習慣ああ、生活習慣ね。かな。確かに。あと卵かけご飯を食べること、毎朝。あ、そうなの。今続いてるの。そう、ずっと続いてる。いいね。体調がいいのよ。へー朝ごはんに卵かけご飯食べ始めたらへえ。すっごい元気。美味しいのよ。シンプルにまず美味しい。わかる。でもめっちゃ納豆卵かけごわ飯。かる、納豆入りが好き。するする最近ね海苔にハマってて、わー、海苔美味しい。シンプルにご飯に韓国海苔みたいなやつで食べるのめがっちゃ美味しめっちゃい。シンプルなのがそれだけでいいもん。そうそうそう。結局ね。結局なんかシンプルなのが一番うまかったりするのよ。そうわかるっていう感じですですかね。感じですね、皆さん。変えれないものは。私たちの変えられないものはこんな感じです。はい。ぜひ皆さんの変えられないものも教えてください。はい。教えてください。はいということで、教えて一種ではいろんな質問をどしどしお待ちしております。はいこの動画のコメント欄に書き込んでくださいね。感想もお待ちしています。ということで、そろそろお時間ですが、はい。はい。今日はゆるゆるトークな今日結構緩かった。ゆるゆるトークですね。はいぜひ映画みんなで見に行って語り合いましょう。あ、そうだね。確かにイタリアン新作のはいなんか飲んでさ。確かに試してみよう。3人いるから。試してみようよ。そうだね3人でさ。そうしよう。それでは「アットウィズイッシュ」一生一緒にいてくれや。うんまたねーバイバイ。バイ。